この番組は事業資金を必要とする志願者が7人の竜に対しプレゼンを行い出資を募るものである。ようこそ地獄の一丁目へ。地獄の入り口で終わる経営者を俺たちは何人も見てきた。夢だけを語り覚悟もなく挑み、現実に打ちのめされて消えていく。そんな挑戦者をこれ以上増やしたくない。甘い考えなら竜が打ち砕く。だが覚悟があるなら誰よりも強く背中を押す。私たちが教えたいのは成功論じゃない、経営の現実だ。厳しい現実を知り、それでも挑戦すると決めた者だけが本当のスタートラインに立てる。令和の竜は諦めさせる場所じゃない。甘さを捨て覚悟を持たせる場所だ。迎え撃つは7人の竜。対して MC 兼応援団長の小沢は志願者最大の味方となり、時には竜の尻尾をつかむ。だから遠慮はしない。現実を教えてやる。今日は令和の竜の初回ということで、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。はい、ここはリアルバリューでもなく、私いじられ役でもないので、私にはきちっと敬語を使ってリスペクトを持って接してください。令和の竜は令和の虎と違ってエンタメ番組ではなく、真剣に志願者と向き合って正しい経営者の在り方を伝えていく番組なので、今日は頑張って撮影に臨んでいただきたいなと思います。よろしいですか？今日龍が一人急遽来れなくなったので、ピンチヒッターとして溝に来てもらいました。溝はどうですか？溝調子こいてる？調子こいてないですよ。私が主催なんだ。そうです。失礼しました。気をつけます。そうですね。もう龍は、できれば主催も気に入らないし、どういうこと？裏方がいいなと思ったんですけど、まあそんな本当に尊敬する小塚主催の依頼もあったんで、今日は初回収録ということで、僕も気持ちを込めて臨みたいと思ってます。よろしくお願いします。和田、はい、今回は令和の竜をやるにあたって企画とか編集とか溝と同じようにお願いしてるけど、頑張ってやってください。はい、承知しました。和田 P 仕事振ってやったんだろ？感謝しろよ。まあ俺のメンツもあるから、社長のズッキー、はい、この竜の社長としてお前も頑張れよ。はい、じゃあお前からも一言視聴者に対して何かある？はい、本当に令和の虎のもともと上のトップをやっている中で、こうやって令和の竜を立ち上げようって話になった時に、ここに小塚主催に相談して、何もなかなかねこう形にできるイメージもなかったんですけど、主催のおかげで、こうやってねリアルバリューのチームだったりとか溝口さんだったりとかつないでいただいて、こういう会場の中で、収録ができるようになったこと、本当感謝してますね。本当にありがとう小塚。ここにいるみんなも私の人徳で集まったからね、よろしくねユージ。お前に一つ言いたいことがある。お前の脱税した元嫁仲直りしてやれ。お前に関係ねえだろ。大事だよ。脱税した税金を肩代わりしてやったら。達也、今日 MC 起用してやったけど
ずっと立ったままで大変だけど頑張ってね。分かったよ、小塚。小塚さんだろ。森脇、令和の虎でいろいろあったからさ、俺救ってやったんだよ。令和の虎忘れて令和の竜で頑張ってね。できる？任しとけじじい。トモハッピー、お前には期待してない。ただの数合わせだから。青木、いつだってお前はあと一歩なんだよ。そのあと一歩俺が引き上げてあげるから頑張ってね。ゆうかちゃん、今日も可愛いね。ありがとうございます。終わったら分かってる？何ですか？俺が MC に起用してやったんだよ。分かってる？黙れエロじじい、地元帰れよ。記念すべき最初の志願者は東大京大当たり前日本屈指の進学校灘高校出身の天才。自己資金ゼロで俺らの金だけで失敗しても何も痛みないわけでしょ。自分の時間だけで。なんかおかしくない？おかしいですか？まず自分の生活なんとかした方がいいんじゃないの？いや、俺は話すのがうまい詐欺師みたいなもんだと思うよ。容赦ない竜からの洗礼。オッケーオッケー、聞きなさい聞きなさい。まだ上がってんじゃん。竜の心わしづかみ。全てのブレイキングダウンとかラストコールとかホストコールノーボーダーリアルバリューの全ての収録で一番笑った。溝口が人生一笑った男の結末は。それでは本日の志願者です。名前教えて。ダン・ミッチェルです。パッと見た目ちょっと怪しそうだけど、怪しいですか？まあせいぜい頑張ってくれ。今夜あなたが竜に求めるものは？ 700万円の出資とですね、まあちょっとプラン説明してからの方が多分分かりやすいと思うんですけども、あなたが実現したい未来の社会は？私が実現したい社会の姿というのは、経営者の人生ドラマを一本の映画として人類の資産として AI には真似できない人間の価値っていうのを大事にしていく社会にしたいと思っております。面白い事業者経営者の人をちょっとご紹介いただければというふうに思っております。この中だったら誰が面白いですか？いや、皆さんだいぶ面白いと思うんですけども、じゃあね、3位、2位、1位です。なんで俺じゃねえんだよ。ねえじゃねえだろ。しょうがないだろそれは。そうだろ。いや、ちょっと使いづらい内容的にね、ちょっとセンシティブかなと。センシティブ。独特な空気感を持つこの男、一体ダン・ミッチェル33歳、国内最高峰の進学校灘高校出身の神童。しかし彼が選んだのは映画制作という茨の道だった。演劇というものを勉強して芝居演じるだけじゃなくて演出もやるようになったりで、それで映画を撮ってなんだか分かんないけどもハリウッドの映画祭入選して海外でちょこちょこ認められたと。灘高校在学中から演劇の世界に魅了されていたダン・ミッチェル。そんな中、去年突如としてインスピレーションが湧き、社会のために人類のために経営者の人生をドラマにしたいとこの事業を思いついた。やっぱその経営者っていう人たちみんなそれぞれドラマ持ってるし、障害を設定してその障害をいかに乗り越えるかっていうのがやっぱドラマなんですよ。だからそれをまさにこう地で言ってるのが経営者かなっていうところと、逆境に負けないレジリエンスであったりとか、自分にはできるんだとこう思えるその自己効力感、エフィカシーっていう部分の高さみたいなものをやっぱ世の中に伝えていくっていうのはやっぱこう非常に意味のあることだと思うし、社会的意義があると思ったし、需要もあるんじゃないかなって思ったっていうところで
今回それでちょっと勝負してみようというふうに思ったわけであります。その手で未来を変えてみろ、チェンジ・ザ・フューチャー。起業家としてのご自身の魅力を1分間でアピールしてください。私は一応そのドラマティックアーティストという肩書きでやってるんですけども、実のところ失敗の神様というふうに思っておりまして、私は灘中灘高校というのを、行ってる間に高校1年生でロンドンに留学したんですけども、そこでですねそのクリエイティブというか、創作の面白さに目覚めて帰ってきてしまいました。でそこからその道を目指すんですけれども、もう失敗の連続でもうたまんないなっていうようなところもあったんですけれども、何が言いたいかというとですね、やっぱりその失敗に価値があるというよりはですね、その失敗してもそういった逆境に負けずですね、その目標を絶対に達成するんだと、そういうふうに思って行動している、そういう人たちの価値ですね。自己効力感とかエフィカシーとかいう心理学では言葉があるんですけれども、要するに自分にはこれができるんだと、達成できるんだと、そういうふうに思える、そういう力、そういった、ものを持ってる人間の姿、そういったものをですね、映像という非常に直感的に伝わりやすいもので、映画として芸術として残していく、人類の財産として残していくということがですね、非常に人類の今後の未来にとって非常に重要であると思っておりますし、私という人間はやっぱりそういった、人生を歩んできたものですから、そういったものを取るですね、非常に能力としては、私はあるというふうに思っております。はい。では続いてビジネスプランを端的に教えてください。なのでビジネスプランというのはですね、先ほども申し上げたように、その経営者さんたちの人生ドラマを脚本にして、オリジナルで脚本にして、それを私が監督して、私が主演して映画にしていくわけですけれども、それをまず無料で3作撮ります。で短編です。1作30分ぐらいの短編を3つぐらい撮ってオムニバス映画にします。でその映画をですね、私そのハリウッドの映画祭とかで入選した実績とかがあるんですけれども、そういった海外とかの映画祭にも出展していく、要するに芸術作品としても成立させる、その上でそれをもって、ネット広告なり、口コミなりで広めていって案件を獲得する、要するに経営者さんたちに依頼を受けて映像を作っていくという、そういった事業を展開して、で日本中のねいろんな面白い人たちをもうきちんと、そのなんか言ったら再現ドラマとかね、ああいうそういうしょぼいんじゃなくて、本当に映画祭とかでも通用する、海外の映画祭とかでも通用するような芸術作品として成立させた上で、人類の財産として残していくっていう、そういった、ことをやりたいというわけでございます。はい。経営者の人生を映画祭で表彰されるクオリティで描く。その資金として700万円を掲げるこの男、果たして野望は叶うのか、それとも打ち砕かれるのか。ここからは試練の時間、ドラゴンプレッシャータイムです。ここからはドラゴンプレッシャータイム。7人の竜と MC 小沢が志願者を地獄の入り口で終わらせないため、その覚悟を確かめるため、あえて厳しい指摘で志願者の心を丸裸にする。僕もいいですか、ごめんね、小塚さんの人生ってその平坦であり退屈であり彩りもなく決して紆余曲折もない無難な人生なんだけども、そういう人でも映像化できるんですか。みたいに言わないでください。正直後回しにはなってくるとは思うんですけども、だからあくまでつまりもちろんだからやっぱ面白い人じゃないとやっぱ顧客にはなりづらいということなので、そういうところを先見の明で見て、そのクリエイティブの力があるんだったら俺を選ばなきゃ。でも一応センスないよ。一応なんとなくこんなんやったらできるかなみたいなものは持ってきてるんですけどもね。はい。それを言えよ。ただ他のこの3人じゃねえだろ。優先順位は低い。でも素材が重要だからね。素材は料理はね。ただやっぱりおい青木なんて煮っころがしにしかなんないの。バカ野郎マダイだよ俺は。ただ本当はちゃんと聞き込みをやった上で、ちゃんと聞けば出てくるものってやっぱあるんで、それをやっていくってことなんですけど、今の僕が持ってる情報の中では最近僕が題材の
僕の人生が題材の映画が公開されたのって知ってます？はいはい、聞いてます。はい、お伺いします。若者たちが新しい映画の、オーディションから制作公開中で使ったものを衣装とかを売るっていうのまでパッケージ化したサービスを新しく始めますと、実績作りで僕の映画をまず作らせてくださいって言ってくれて、レオナトラの林さんとか桑田さんとか、豪華キャストも出てくれて、結局、うまくいかなくて事業自体が、だいぶ時間かかって1年半ぐらいかかった上で僕の YouTube で公開して締めるっていう形にかなりのバッドエンドで、しかも再生中身もね結構 YouTube の動画としては力入ってるんですけど、当然映画ですからどんだけ回ったの？再生も5、6千再生これで回るんっていう現実を目の当たりにして、これがなんかうまくいくようにあんまり思えないところスタートなんですけど、あくまでその人の作品ですから一緒にされたら困る。ミッチェルさんがやってたらそうはなんなかったんですかね。少なくとも私がすでに短編映画公開させていただいてるんですけど、それは6万回再生すでにされてます。それはもう私が、それは経営者の人生でした？いや、私のオリジナルストーリーで、私が監督、脚本、主演、プロデュース、主題歌を務めた短編映画なんですけど、経営者の人生、つまりここにいるメンバーで言ったらおじさんの人生フォーカス当てて、一人でされてる会社でいくら頑張ったところで、そんなに意味のないものが出来上がるんじゃないのっていう。だから意味のあるものを作るってことですね。だから面白くなきゃ撮らないわけです。だから妥協もしないし、忖度もするつもりはございませんので。ダンさんが、もし戸塚さんの映画を完成させたら YouTube で何再生ぐらいになるんですか？それはちょっと分からない。ちょっと待ってこれ事実言っていい？とあるチャンネルの社長密着動画トモハッピー3万再生、私25万再生だったんだから。いいよその話は。もう本当これ事実だから。もうそもそも数字が低すぎて、両方とも低すぎて話にならない。いや確かにね、たっちゃんのやつすごかったもんね。俺のは回るけど、あれどれぐらいだっけ？俺のは今650万です30分の1だったでも再生回数云々というよりはやっぱりその人類の財産として残していくってことで、やっぱその世界に届けていきたいっていうのもあるし、だからなんていうかな、あんまそういうスケールではそんなに考えてないっていうのはあるんですけど、これね質問なんですけど、いわゆるその人のドラマをそのまんまドキュメンタリーでやるわけじゃなくて作品にするわけじゃないですか。そうです。これなんかシナリオを書くんですか？もちろんです。私が脚本にする。だから実はそのまんまトレースかって言われると、それはなんかこう要するにお話のモデルになったみたいな感じだとは思うんですけれども、でももちろんその重要なエッセンスというか。主演も基本ミッチェルなの？初めはそれの方が原価がかからないっていうのもあるんですけども、それは主演がみそでもこっちゃんでも俺でも全部ミッチェルなの？もう確かに田中裕二の人生ストーリーをダン・ミッチェルがさでもちょっと違くね。そう思ってますよ一応。特にもし今回言っていただけるんやと僕がやろうと思ってますし、本当。それはやっぱそのこの前そのハリウッドの映画祭に入選して向こう行かしてもらったんですけども、向こうでその向こうの制作者とか役者とかに言われたことをちょっと英語で言われたんで、ちょっとその時はあんま分かってなかったんですけど、後でその映像を見たら結構褒めてもらってて、その演技がいいと、その目の深さがいいとか、その役作りのその真実味がいいとかいうのを実際に褒めてもらってて、なんか日本人だと分かんないんですけど、ハリウッドの映画祭ってなんかそのいろいろあると思うんですけど、どういう映画祭なんですか？それは私が今回行かせてもらったのが HRIFF っていう映画祭なんですけれども、28年もやってるみたいで、会場もですね、その LA ライブっていうそのダウンタウンにある本当に大きい施設の中の本当立派な、劇場でちゃんと公開もしてもらって、過去にはそのゲストでピアス・ブロズナンとかシャロン・ストーンとか、ジェイミー・フォックスとかそういった人たちも、来られてたっていうような、映画祭みたいです。で僕が行った時はね、タラ・リードさんっていう方が、受賞されてて、タラ・リードさんって言ったらそのアメリカン・パイとか、クルエル・インテンションズとか、映画ファンだったら知ってるようなハリウッド作品とかに出られてる人が、来られてたりとか、ハリウッドの映画祭で表彰されたというこの男の映画。この後その作品披露で龍の態度が一変することになろうとは、この時誰も知る由もなかった。今んとこめちゃくちゃうさんくさい。確かにね。何がうさんくさいかっていうと、別に話し方が軽快とかそういうのはね、真面目な人ばっか来てもしょうがないからいいと思うんだけど、
そんだけね自信があるって言ってんのに、これ俺らの700万使って事業スタートします、自己資金ゼロですって意味わかんないんだけど、全部自分の金で集めるのだけが正義だとは言わないけど、自己資金ゼロで俺らの金だけでやってさ、別に失敗しても何も痛みないわけでしょ、自分の時間だけで。でもそれも実績とか経験にはなるしさ、なんかおかしくない？おかしいですか？おかしいよ。そんな自信ありげなのに1円もリスク出さないでしょ、自分では。まあこの事業に関しては自己資金ゼロというふうに書かせていただいてますけど、なんでなのそれって？お金がないからですね。お金がないで、お金を稼ぐ能力もないの？いやだから今回のプロジェクトでお金を稼いでいこうという、令和の竜にお金を稼ぎに来たのね。令和の竜にミッチェルはお金ないからじゃなくて、そのイニシャルの事業公開資金、されてるねイニシャルの事業資金を自分でなんで1円も出さないの？1円も稼ぐ力がないの？それはいいんじゃないの？いやよくないでしょ。いやいや、普通にそれはクリエイティブの価値があれば我々が投資をする、で事業の運営をするっていうのと一緒だから。事業の経営者としてやります、700万出してくださいって言いに来てんだから、1円も稼ぐ自分には価値がないですよとか1円も出しませんよっていうのは俺はおかしいと思います。じゃあミッチェルは経営者じゃなくてアーティストだから。ちなみに主催はトモハッピーの意見に対してどう思われるんですか？聞いてた？聞いてなかったろ。いや聞いてましたよ。いや聞いてましたけど、もう考えてたんだけど。今から考える。番組のこれからにも関わるよ、ちゃんとして。いや別に自己資金ゼロでもしっかりとした事業だったら投資価値あると思うんで、別に自己資金ゼロとか関係ないですよ。金なさそうだ。ありがとうございます。金なさそうじゃん。いやそもそもね、金稼げないよ今この状況では。なんで？我々がアドバイスしてあげればいいじゃんね。しっかりした、まずはだから私を選ばなかった時点でそれは稼げないよね。だけど皆さんでこうご指導すればいいじゃないですか。700万出して、自己資金はゼロなんですよ。金ないものはないんだから。だから主催のお伝えされたいことを僕が翻訳すると、翻訳もうこの令和の竜はまだ何者ではなくてもいいと。何者でもなくて別に成功した背景がなくてもいいと。声裏返っちゃってんじゃん。ただ思いがあれば我々が全力でサポートするよってことでよろしかったですか？はい。いやそれ思いがあってちゃんと自分の思いなの。操り人形じゃねえかよ。ありがとうございます全員どうなの？思いがあってちゃんとしたものだったら支援しますよ。それは真面目に。森脇社長いかがですか？いやそもそもなんでお金がないんだろうなって、その視聴者で知らない人もいるんで簡単に説明してもらえないと嬉しいんですけど、僕関西人なんで、2020年に東京へ来るまではもうずっと向こうへおったんですね。でその時は割と地道に仕事をしてたんですよ。その時も個人事業主だったんですけども、割と昔取った杵塚というか、家庭教師とか本当に受験指導とかいう形でやってて、普通に年商600万ぐらいのなんかこう平凡なあれをしてたんですけれども、当然小金はあるけど時間はないもんですから年商600万じゃ小金もねえだろ。そらね、皆さんの価値観だったらそうだけれども、要するにそのお金に困るというか普通に生きていく分には困らないレベルではあったよっていう。いやユージその価値観は良くないよ全く。うるせえよ。なあユージ、お前は令和の虎で何を学んだんだ？大事なものを忘れていないか？令和の竜は志願者の思い一つでいいんだ。勘違いするなよ。と言わんばかりの迫力で田中裕二を睨みつける主催コツか。おっしゃる通りでね、やりたいことがなんかできるっていうようなレベルの年商でもない、し実際やっぱその当時なんかやっては失敗してたって要するに実力がやっぱなかったわけよね。灘高でさ、その後ロンドンに行ってさ、実際にすごいこう普通の灘高入ったやつらがこう行かないレールを歩みまくっていて、それでいて今ね普通に働いたらさそれなりに稼げるキャリアではあると思っていて、けどそれでもこの道とか俳優業とか、こういった映画制作の世界に行ってるってことはものすごく思いがあるんだろうなっていうのは、想像に難くないっていうのはあるよねっていう。ありがとうございます。あと不思議と
結構話尺長いんだけど聞けちゃいません、なんか不思議だなと思う。お話上手。だから売れるまではお金もないし、でも売れてしまえばアーティストだってね、役者だって最後は成功するわけで。いや俺は話すのがうまい詐欺師みたいなもんだと思うよ。何の賞賛もくれたいもんまだ。お金がないっていうのと負債はあるかないかでいうと、負債あります。おいくらあるんですか？千何百万。なんで？その収入で千何百万結構でかいね。会社として個人です。会社法人になったのが2024年からなので。いやそれはだからさっき途中までなっちゃいましたけれども、それでコロナになりましたと。ほんで向こうで細々やってた大阪の仕事もなんかなくなったし、もうそれだったらもう東京ここで東京来てしまおうということで、東京でなんかレコーディングができる家みたいなのを借りて、そこでレコーディングをしながらレッスンとかいろいろ受けてっていう風に自己投資に完全に振り切ったわけですね。逆張りだ。逆張り、いや逆張りっていうか本来ピンチをチャンスにしようとしたんだ。あるべき姿に行こうとして、でそこからいろいろ勉強したり、重ねていく中で、でも思ったよりコロナが伸びちゃいましてね、で東京来たんだけどもなんか飲食店も開いてないし知り合いもできないなっていうんで思ったより時間がかかっちゃったんですけれども、2,3 年かけていろんなつながりができてきて、で今に至るっていうことなんですけれども、結局思ったよりお金がかかっちゃったので、だんだん聞いてて俺も詐欺師に見えてきて、トモハッピーが詐欺師言ってるじゃないですか。ユージはどう思う？なんで俺何の振りなんだよ。じゃあミッチェルのこと、なんか言うと聞いてみたくて、なんかめっちゃ言いたそうじゃん。お前はどう思うんだって感じでもうミッチェルの難しいんだよな。この間俺も詐欺師だと思ったから金出さなかったんだけど、ここから話は全ての役割をこの男が担っているという映画制作の特殊な構造の話へ。これミッチェルさんは、映画が作りたいのか、役者になりたいのか歌手になりたいのか何なんですか？全部ですね。全部でしょ。全部やっていく。その中でどれを取るって言ったらどれなんですか？いやどれを取るとかない。全部やるし、結局だから根底にあるのが哲学というか、で最後のページに要するに最終的なゴールみたいなのも書いてますけれども、要するに人類の進化とこれを目指していると。で人類の進化って言ってこの前ようわからんって言われたので、分かりやすい言い方をすると、みんな全世界の人みんなが幸せである世の中を成立させると、これが私の思う人類の進化であり、そこに向かっていくために貢献していきたいというのがあるわけですね。まず自分の生活なんとかした方がいいんじゃないの？人類の心配する。人類以前に人でしょ。いやだからそれはこのプロジェクトの中に含まれてるわけであって、そこだけを見てたらゴールは達成できないので、ゴールはここ。その上で自分のこともやっていく。今自分のこと何をどうやって暮らしてんの？これあれでしょ、だから700万もらって生活に当てるって心配してるの？そういう可能性もあるよね。いやそれはできません。だから今どうやってその将来のことはいいよ、分かったよ、目指したいところは分かった、それも大事。今どうしてんのあなたは？収入とかってこと？今はだからひもじく暮らしております。いろんな人が助けてくれてるので、やっぱ、そういった人たちを安心させたい。物乞いってこと？物乞いってこと？そういうことかもしれない。33歳物乞い生活です僕は。でも未来は明るいです、夢見てます、よろしくお願いしますってこと？あえてそういう言い方をせんでもええと思うんですよ。いやすげえダセえなと思って、そういう言い方になっちゃう。俺だって時間価値高いんだからさ。俺だってみんなの自分らのさ会社の夢があんのよ、それぞれ大目標が。その時間をあんたに使ってんのに、なんかそんなふわふわしててもさイライラすんじゃん。ふわふわはしてないですね。してるよ。あなた自身を知らないとこんな夢をつかもうとする雲をつかむような話にお金出ないじゃんって言ってトスしてんのよ。聞かせろよもっと自分のこと。いや今の生活に関しては本当いろんな人に助けていただいて生活してますとしか言えない。なんかそのね、いろんな人の出してるお金のジャンルが知りたいんですよ。具体的に紐みたいなのとか。今日みたいに出資を募ってそれで生きてるのか。そんなの言ったら闇バイトして反社から金もらって暮らしてる可能性だってあるだろ。何か分かんないんだよ。ガソリンスタンドでバイトしてますとか何でもいいんだけど、もっと具体的に言って。おじいちゃんの相続でもらったお金で。私は今自分の事業しかやっておりませんので、その売上プラス事業は何なの？
授業だからそのドラマティックフロンティアというので映像制作であったりとか音楽制作であったりとか、これで現在収入があるのね。あと教育系の収入がちょこちょこっとちょっとは儲かってる。ちょこちょこってどんぐらい？儲かってるレベルではないですね。本当に生活費トントンぐらい。いやもう100万200万ぐらい年間でそんなレベルで、あとはそういった事業主の人が助けてくれてるのもあれば、そういったちらほら紐ではない、だから本当にさ詐欺師だっつ言えば詐欺師になっちゃうんだけどさ、ここは一発逆転しに来てるっていう目でさちょっと、実際にお金を預かってトンズラするとかそういう人ではないわけだからさ、それがそういう詐欺師っていうのはちょっとさすがに失礼なんじゃないかなっていうふうに思うのと、まあね。そうでも俺はただ結構気をつけないといけないのはダン・ミッチェルはおもろいと思うし、多分演技力とかもあるのかもしれないけど、映像その制作脚本出演場合によっては歌を歌うってなって、それが全部ダン・ミッチェルってなった時に例えば俺とかユウさんとかさっき青木さんとかが1位2位3位って言ってくれたけど、若干ちょっと抵抗があるよねっていうふうに思っていて。はい全部ダン・ミッチェルなわけでしょ。全部ダン・ミッチェル。それ3本出たらさ、ダン・ミッチェル物語。それが例えばね。それが逆におもろいかな。おもろいんだけど、お前らそれってさ、それどっちかというとエンタメになっちゃうというか、なんかそうするとさ、俺たちを仮にね、じゃあ話題性のあるじゃあ A クラスの経営者とした時に、どうしても乗っかってくる人たちがB とか C とか主催の小塚さんレベルになっちゃうというか。そうなるとやっぱり味気のない退屈であり進化しなかったごく平凡としたね、平凡の本当になんつうか何もリスクも負ってないそういった人しか声がかからないのかなと思ってる。リスク負ってるだろう、ここに座ってる時点で。いろんな映画が作れるダン・ミッチェルさんがなぜ会社の社史なんですか？ドキュメンタリーを撮りたいんですか？そこ聞きたい。例えば恋愛ドラマを作ってもいいわけじゃん。ヒーローものを作ってもいいわけじゃん。いろんなクリエイティブが作れる中で、なぜ今日ここに来てこの経営者の社史を作りたいんだって、そこの志を聞きたい。ただその経営者の人生ドラマの中でラブストーリーが当然出てくることも多分あると思うんですよね。あくまで人の人生ですから、そこにはいろんな要素が当然含まれてるわけですから、そこからどういうエッセンスを抜くかっていうのは本当に一人一人。だからなんで経営者を選んだのってこと。聞いてるのは、今日この場に来たから経営者のための社史ですって言ってるだけなんじゃないかって僕は思ってる。それはですね、要するに一番初めに説明させていただきましたように、経営者だったら誰でもいいってわけじゃないんですよ。要するにね、初めに申し上げた通り、要するに僕が実現したい世の中の姿っていうのが、要するにみんながやりたいことだけに集中してやれてる、それがみんなができると思ってる、だから幸福度が高いと、ここを目指したいわけですね。だからやりたいことをやって、それできると思って逆境があるんだけども、それを実現させてると、そのストーリーを持ってる、そこにやっぱフォーカスを当ててドラマにしたい。QA あってねえんだよ。それ別に経営者じゃなくてもいいだろ。お前経営者なめんなよ。経営者は何がわかんないお前に。ふざけんな。ドラゴンプレッシャータイムで劣勢に立った志願者を MC 小沢がサポートする時間。 MC であり応援団長の小沢は志願者と共にここまでの議論を振り返り、流れを変えるための戦略を考える。一方龍たちはここまでの議論や志願者の印象をもとに本音で議論を深めていく。でちょっとお願いがあるんですけど、彼の作品がここに QR コードあるんで、ちょっとねこの間にちょっとでも見といてもらったらいいかなと思います。ハリウッドの映画祭で入選したダン・ミッチェル監督脚本主演作品がこちら。Nick, how have you been? I stay. The more it hurts. What should I do after hearing this? I want you to stay with me.
いやでも存在感あるよ。 To the place I should be. 確かに金城武だな。このクソ映画。撮影ロケーション少なすぎでしょ。ライチェルがもう出てるだけで、もうそういうコンテンツとして見たら面白い。その感じありますよね。ダン・ミッチェル。どっかで見せたいなと思ってた。やっぱりさっき溝も言ってたけど、やっぱり興味持ってるから。ありがとうございます。どうやって見せようかなってずっと考えてたさっきのうち。でもあんまりもうなんだろうな。アピールポイントないっちゃないからさ。あ、そうですか。ないんだよね。ないさっき言っちゃったね、映画賞とか言っちゃったから。まあないじゃなくてもう見せるしかないよ。もうアーティストだから自分の作品見せるしかないから。だからこのタイミングを今測ってて、今うまいこと見てるから、あとはもう熱意でいこう。はい。溝口さん、もう溝口さんは私にやらせてくださいと。もう一回やらせてくださいと。ゆうじさんやらせてくださいと。お疲れ様やらせてくださいって。もうその熱意。だいぶ今見てるから、きっと気に入る作品なんだと思う。はい。溝口さんやらせてくださいってね。ありがとうございます。その熱意でいこうか。はい。ね、それでいいと思うね、多分ね。俺見てみたいもん。ね、ぜひダン・ミッシェルがやる溝口裕二。ね、面白いと思うんですけどね。造形似てます。じゃあちょっと似てるし。いや、ぜひ田中さんもやってみたいんですけど。田中裕二もやってもらいたいし。なんかそれ役者冥利に尽きるなと思ったんですけど。そうだね。あんな荒削りの。荒削りというか、まあ新しい形というか、そんな溝口裕二のあの映画を見てみたいなと思いました。はい。まあ、あとはもう皆さんもうアーティストですから、もう評価する人はね、いろんな評価の仕方ありますからね。まあでも面白いっちゃ面白い、見方によっては面白いのかなと。そうね。はいとは思いました。はいはい。見方によっては面白かったです。はい。これなんか今映像を見たんですけど、そうするとまあいろいろ言ってるけどダン・ミッチェルを売りたいんじゃないかなっていうふうにどうしても見えちゃうんですけど、そのあたりはどうです？合ってます？いや別にそれが主目的ではないですよ。私ができることを最大限全部やってるっていう、それが一番の理由なんですけどね。映像見たんだけど、ダン・ミッチェルしか入ってこない。めちゃめちゃ笑っている。ダン・ミッチェルって言葉に余っちゃってる。今日一笑ってました溝口さんが。ダン・ミッチェルって言ったら俺ちょっとファンになる。ダン・ミッチェルとして見たい。そう、癖になる感はあるからストーリーとか気にはなっちゃうんですよ。癖になるでしょ。だってさっき見たじゃん、ストーリーとか何にも入ってこなくない。ダン・ミッチェルしか入ってこない。存在感ある、存在感ある演者なの。ちょっと補足でいくと、超低予算でお金ない中で作りました。一応補足しますとね。はいはい。でもこれってさ、多分社長にしたのは社長にお金を出してもらって人のお金で自分が出たいだけでしょ。事業にしたいって、もちろん作りたいっていうのは当然あるし、映画を作りたいで、その自分ができることでなんか世の中に貢献したいっていうのはもちろんベースにはあるんですけど、小ずるさで言ったらすごい天下一品じゃない、いいアイディアじゃない、人のお金で自分が出れてダン・ミッチェルがいる。すごくないそれ？斬新だよね。いやいや賢いよ。見直した。いや見直した。ずるいというかですね、あくまでそのみんなが幸福な社会を作っていく上において、金出せよお前も。クリエイターと、いやその人の金利用して自分が出てんだろ。いや10円でも1万円でも出せよって話だもん。俺が嫌いなのはそのダン・ミッチェルがその例えば金城武や要潤みたいになれる世界線があるとする、もういわゆる名俳優、これを A という人生があるとして、もう一つはまあじゃあこの事業で、毎年数千万ぐらいの利益を上げられると、この世界線を B とすると、どっちの人生がいいですか？いやこれをやりたいですね。これをやっていくことで、もちろんだからこれだけをやるわけじゃないですから、私は要するにこれをベースにして最終的にはそのいろんな才能を持った人が集まって、まあだからずっと言ってるように、みんながその組織共同体の人たちがみんなが幸せで、みんなが才能を発揮できるような組織論っていうのがあるんですけれども、それをそういったコミュニティをですね作っていって、それを世界に広げていくと。でダン・ミッチェルちょっといいですか？ごめんなさい。聞きたいのがあって、その青木さんはさっき歌いたい人なのかいろいろと聞いてたじゃないですか、僕聞きたいのはダン・ミッチェルは作りたい人なのか出たい人なのかって言ったらどっち？これもだからどっちもですよね。
多分両方だよ。両方だよね。で作りたいという自分が出たいもあるんだやっぱりダン・ミッチェルは。出たい、まあ作りたいという自分が自分をファーストチョイスしてしまうっていう。出方も自分で決めたいし出たいんですよ。そうだから結局ダン・ミッチェルが出たいんだったら人のお金で作ってダン・ミッチェルが出たいに見えちゃうんですよこのプラン。まあその通りですよ。そうだからダン・ミッチェルが出ないで作りたい人だったらなんかまたいいんですけど、それは結局ダン・ミッチェル出たいわけじゃないですか。なんか意味があるんですか、私が出ないことで。オッケー。いいですよ。聞きなさい。例えば、聞いて。じゃあ例えばクリエイティブがもっと良くなるんだったら、自分が出ないっていうのは別にありなんでしょ。あ、もちろんそうですね。でしょ。例えば社主として田中さんを取りますと。でも風景や体が欲しいから、彼みたいな人をキャスティングするんだったら自分は出ない方がいいわけじゃん。もちろんそうです。でしょ。だから僕は別の役になるとかね。出なくていいじゃん。ダン・ミッチェル役で出てこなくていいじゃんかよ。いやそんなんでも当然で、例えば女性経営者、いや女性経営者とかだったらさすがに僕はそれはできないからやらないですけど。でも違うところで出ようとするでしょ。いやだってその木の役とかで後ろにいたりその方がいいと思ったってやるっていうわけ。ねえやだ。別にいいですよ。別に私は出ない方がいいっていう。その経費にダン・ミッチェルの俳優料みたいなの入ってんの？引かれんの？キャスティング料ギャラ入ってんの？通るのちゃんと。いやだから原価には含まれてないですね。私のフィーは。まあ原価じゃなくてその倍価に。ビジネスオーナーだからね。私が出るからじゃあ出なかったら原価を抑えられる。済むの？違う、だから要するに今これ低予算割と低い原価でやらせてもらって、低い価格でやらせてもらってる、そういった低い価格でできるのは要するに私が関与すればするほど原価を抑えられるからっていう、まあそういう出たいだけや。出たいだけや。おかしいやん。さっき出たい半々やのに抑えられるって相反してる。なんでそんな悪意を持って捉えられるのか分からない。クリエイティブのためだったらそうしない方がいいことも多いじゃん。いやそうしない方がいいんだったら出ません、当然。それはもちろんそうです。でもなんかもはや俺を演じてもらうんだったら俺ダン・ミッチェルしかいない。ダン・ミッチェル世界にダン・ミッチェル以外にはちょっと預けれない。もう預けるでしょ。もはや一択です。ハマってんじゃん。もはやもうダン・ミッチェル一択だ。いやぜひ撮りたい、ぜひ撮りたいですね。俺でもダン・ミッチェルはなんか絶対俺はさっきもちょっと話したんだけどなんか結婚式のこう会の途中に出てくる面白おかしい余興の動画とか、あとはなんか本当に会社の1周年記念におけるその面白おかしい動画とか絶対ダン・ミッチェルはエンタメに走った俺で多分右に出るやついないと思うんだよ。いや面白いと思う。しかも全部演じてんのダン・ミッチェルですよね。全部ダン・ミッチェル。俺はなんかダン・ミッチェルがすごい素敵なところってね、これ真剣なんだって。本当に真剣、そこがすごいんだよ。真剣それすごい感じだからそれが真剣じゃなかったらここまで面白くならないんだ。それの中にも本物の笑いがある。ガチだろ。だから笑いたい人は笑ってくれればいい。ここで沈黙を貫いていた森脇が空気を一変させる一言をぶっかます。ご自身が痛い人って気づいてますよね。ご自身が痛い人って自分でメタ認知されてらっしゃらないんですか、もしかして。それはずいぶん失礼な。ナチュラルでそれは感じる。怒る時あんだダン・ミッチェル。失礼だよ。大丈夫大丈夫。失礼ですよね。いやだからほんまにエンタメ。いや真剣ですよ私は。ではそろそろいいですかね。お時間となりましたのでダン・ミッチェルさん。これなんかあるの？溝口さんのストーリーは。他にもあるんですか？ちょっとあるんだから。いろいろ皆さん。じゃあ一回それ流しましょう。はい。どうぞ。止まらない創作意欲。ここで竜を題材にした脚本で起死回生を狙う。田中さんはやっぱりそのね、まあ夢を諦められずにジムに通ってて、やけどもなんか経営者とかいやそんな音楽のプロフィールに書かれてたのを読んだんですけどね。昔の話で子供の頃。そう子供20代ぐらいの時ですね。今かと思った。だけどもほんまはボクサーになりたかったけども経営者とかやってて、だけど諦めきれずにジムに通ってて。でいろいろなんかこうやってる頑張って35歳で王座になられたと。それは結構綺麗なストーリーやなと思ったんで。それたださんだけどプロフィール読んでるだけだよ。なぞっただけだ。プロフィール読んでる。俺一応確認したいんだけど、それはダン・ミッチェルが演じてもらえるんだよな。私はぜひ確認する必要ないんだよ。ぜひやりたい。確認する必要ない。こんな真逆の人を演じられたらまあ役者冥利に尽きるっていうのは。いやもうそれはそうだ。やっぱり演じたいんや。ありますよ。
決めた。もうダン・ミッチェルしかいない。聞きたい。ダン・ミッチェルしかいない。わかるでしょ。俺は演じきるのはもうダン・ミッチェルしかいねえ。いやダン・ミッチェル以外に任せられないって考えられない。考えられない。本当そうなんだよ。なんか聞きたくなってきた俺も。まあちょっと聞きたい。青木さんもお願いします。青木さん本当に先ほど本当バーって調べたんでちょっと時間本当なかったんですけど、なんか YouTube 動画に極貧の時代がありましたみたいなあれをちょっと見させていただいて、あの辺のところからどうこう今の形になったのかっていうところをちょっと本当はそれを聞き込みしたくて、それをストーリーにできたらいいなってやっぱ思ってます。まあ鳩食ったりとかちょっとできないかもしれないんですけど。なるほど。ちなみに1個質問なんですけど、それはダン・ミッチェルが演じてくれるんですか？私が言うと思った。そして決断の時、ここまで語られた志願者の熱き思いと未来への覚悟、その決意を受け止め竜たちは出資支援の可能性を探る。ダン・ミッチェルさん、最後に竜へあなたの思いをお伝えください。そうですね、まあ怪しいというふうに思われるかもしれないんですけども、確かにただですね、やっぱり幸せっていうのは何かっていうことをやっぱ考えるわけですね。いや、めちゃめちゃ真面目ないいところでした。ハマっちゃってんのよ。ミッチェルが喋ってんすから。ハマっちゃってんのよ。幸せっていうのは何かっていうのを考えた時に、今最先端の認知科学という分野があるんですけども、そこで言われてることっていうのが本当に自分のやりたいことができると思い込める、この状態が一番幸福であるというふうに認知科学では言われてるんですね。なのでやっぱりそういったことを世の中に広めていきたい。でその先には絶対に幸福な社会が待ってるっていうのがまず大前提としてあります。でそういった大きな構想の中の一番ファーストステップとして今回の事業をやりたい。確かに私は今お金がございません。むしろ借金しかないような人間ではあるので、自分でお金を出せないね、それは申し訳ないところではあるんです。今までそういったことをやってきたっていう言い訳はともかくですね、今もう本当にそれがようやくできないという状況の中で、こういった皆さんにお会いする機会を得られました。皆さんがですね、こういった企画に共鳴していただいて、ぜひ皆さんの映画を撮りたいというふうに私は本当に真剣に思っておりますし、当然中途半端な気持ちでやってません。お金のためとか、もちろんお金も大事ですよ。でもお金も含めたそういった本当の価値というものを、今 AI 全盛の中で人間の価値がどうなっていくんだというこの時代において、人間の価値というのはどういうものか、生身の人間の価値というのはどういうものかということをきちんと残したい、証明したい、世界に届けていきたいっていう、やっぱそれをですね、ぜひ皆さんのような、とっても面白くて素敵な、方々と一緒にやりたい。ぜひ、その私のファーストステップを、お助けいただけないでしょうか。よろしくお願いします。なんかごめんね、最初笑っちゃって。でも俺本当ダン・ミッチェルの話聞いて、なんか俺はさそれなりにお金もあるし、何不自由ない生活してるけど、なんか俺よりもよっぽどダン・ミッチェルの方がこう幸せだなっていうふうに思っちゃいました。いや、そう本当それは本当そうよ。借金もあるしさ、そんなにね生活も楽じゃないって言ったけど、なんかね全然俺よりもダン・ミッチェルの方が幸せそうだし、なんならダン・ミッチェルになりたいすら思った。もうなってくれ。そうですけど、ぜひ一緒になりましょう。一緒になります。ダン・ミッチェルの求めるものは700万円の出資とですね、まあちょっとプラン説明してからの方が多分分かりやすいと思うんですけども、面白い事業者経営者の人をちょっとご紹介いただければというふうに思っております。果たして7人の竜はどんな最終決断を下すのか。はい、じゃあ本当お疲れ様でしたね。まあ本当に、前半と後半全然空気感違うなって思いました。はい。でこれも本当僕からのお願いなんですけど、もうずっとダン・ミッチェルのQR コードずっと出しておいてほしい。ぜひね皆さんに見てもらいたいね。そっちの方がやっぱり伝わるからね。まあそれを踏まえてですね、まあダン・ミッチェルのね皆さん思いというのは多分ね変わったと思うんです。
はい、いや本当そうです。最初と比べて、はい、なんか最初にね茶化したような感じになったりとか、インチキっぽく言ってしまったのは本当に申し訳なかったです。はい、だいぶ皆さん本当に失礼だったなと私も思います。はい、それも踏まえてですね、皆さんボード、書かれたと思います。はい。はい。それでは社長の皆さん、金額の表示を一斉にお願いします。せーの。ほい。これは何桁？何桁？何桁？ゼロは7つあってもゼロ。1000万。あ、ゼロか。あ、シェンロン出るかもってこと？丸が7個で。あ、違うか。ちょっと何かの間違い。これはそうなの？これが現実よ。前社長ごめんなさい、前社長0円で残念ながら希望金額700万円には達しませんでした。ディールブレイクです。ダン・ミッチェルさんお疲れ様でした。どう考えても取りに来てる感じはしなかったんで、はい、悲しかったですね。どういう感覚で来てるんだろうってみんな笑ってたけど、僕には理解できなかったですね。はい。まあキャラ的に最高で、以上です。ありがとうございます。青木社長お願いします。強烈に大好きになりました。ありがとうございます。以上です。以上、ありがとうございます。トモハッピー社長お願いします。なんか草野球だったら勝てるのに世界陸上を目指しちゃってるようなプランっていうか、今のダン・ミッチェルのこう魅力とやることの難易度とか種類があんま合ってないかなって思いました。でも君のことは僕は厳しくはしてたけど、番組上すごく好きです。溝口裕二さんに君はよく似ている。すごい好き。ありがとうございます。自分の価値観がずれてるのにお前らがずれてるみたいな、そんな感じでいたと思う。お前ぶっ飛ばすぞ。あ、次の人どうぞ。ズッピー社長お願いします。はい。この空間ってめちゃくちゃ本当は緊張感ある中で、こんだけお金は出なかったけど、こんだけ人の気持ちが動いて、ましてや僕多分結構初めてぐらい溝口さんこんな笑ったなっていうぐらい、その人の気持ちを動かす力すごくある人だなというふうに思いました。ありがとうございます。溝口社長お願いします。いやでも確かに俺今までの全てのブレイキングダウンとかラストコールとかホストコールノーボーダーリアルバリューの全ての収録で一番笑った。すごい。一番笑った気がする。よかったマジで。でもなんかそのがなんで笑えたかって言ったら、笑いを取りに来てるわけじゃないんだよねやっぱり。ダン・ミッチェルは本気であると。でその本気に対して笑ってしまうっていうのはそれは場合によっては確かに失礼なことかもしれないけど、でもそれは才能だと俺は思うんだよね。それってこうかけがえのないものだと思っていて。だからダン・ミッチェルのちょっとなんというか方向性とか戦略変えたら、俺はなんかすごい役者とかすごいなんというか経営者なのか、そのパーソナリティのあるなんだろうなインフルエンサーとかタレントになるのかなって思ってて、だからそれが何なのかなっていうことをずっと考えながら話聞いてました。ありがとうございます。では最後小塚司祭お願いします。ですが、ただ一つやっぱり私を選ばなかったっていうのはすごく残念だな。で最後ちょっと一個だけ質問していい？はい。私のやつ作るときは、ダン・ミッチェルがやってくれるの？私がですねやると思うんですけど、ただですね、さっきちょっと裏でも話してたんです。ちょっと待って、なんで私だけただですね。小塚さんのプランの場合は、僕が考えてきたのっていうのは、要するに今ね若い経営者さんとかのご指導されてるじゃないですか。その若い経営者の方僕がやろうかなと。結局やるんじゃないか。いや要するに小塚さんの場合は過去というよりは今のその姿を出した方がよくて、でそのエフィカシーとか要するにその逆境を超えていくっていうところで言うと、その指導を受ける方に焦点を当てた方が多分この企画にはマッチすると思ったんですね。
なのでそちらを僕が演じさせていただいて、めっちゃいいこと言うじゃん。そうまあなので、まあご本人出演でもいいぐらい本当に結局俺は真似できないってことか。まあでも結果としてかもしれないけど、小塚役はやりたくないしやんない方がいいってことね。いやまあ水拳でいうおじいさんみたいなそういうああそうかそうか、自分が主役でロースとして真面目に答えんなよお前。いやダブル主演ですよね明らかに。ミッチェルが出る。でまあやっぱそのなんか結局主演じゃねえか。主演じゃねえかよ。ミッチェル主演で主題歌も歌うんだ。全部やるで。才能あるな。いや主演というか才能あるな。主演というか、まあ結局小塚さんの映画でもダン・ミッチェル主演になってるから小塚役をやらなくても主演になってるから。いや予算的にですねそんなに登場人物増やせないので本当主演の人しか出てこないみたいな。はい。希望金額が未達でディールブレイクとなってしまったが、令和の竜はこれで終わらない。志願者の夢を応援したい、お金という形以外でサポート支援をしたい場合、ドラゴンプレートを提示。竜がそれぞれ志願者の夢の後押しをする。はい、ありがとうございます。でまずユージ社長から。忘年会とかで忘年会とか余興とかちょっとギャラ払うからそうだね。そうなんかそこで助けたいなっていうのと、ゆうさん MV 作ってもらえばいい。タレントとしてね。MV なんかそれ TikTok とかなんかショートドラマとかなんかちょっと面白そうじゃない。それでなんかギャラ払ってなんか一緒にダブル主演でやったら面白いかなと。私が演じさせていただけるのではなく、俺がダン・ミッチェル役で逆にね入れ替わっちゃったみたいな。結構演技指導。いや僕ね今度ね溝口さんも出てくれるんだけど、ハッピーコンテストっていうあなたの伝えたいハッピーをプレゼンしてくれっていうね、もう全工程プレゼンバラエティ番組をやるの、これはビジネスプレゼン番組じゃないから、よりこっちの方がダン・ミッチェルの面白さが出るんじゃないかなと思って、何か伝えたいハッピーがあればぜひ出てください。本当で何らかのチャンスにしてもらえたら嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いします。もちろんちょっとねビジネスとして700っていうのは出せなかったんですけど、やっぱ才能を感じるんですよ。で桐谷監督が、例えば自分の映画を作る時に間にインフォマーシャルでキットカットをスポンサーにしてキットカットのプロモーションの PV を作ったりするんですね。これをちょっと覚えていて、なんかダン・ミッチェルがうちの製品の PV とか何かそういうものを作ってくれるんだったら、なんかローコストでもう少しコンパクトなものでやってみたいんですよね。仕事を何か発注したいけどちょっと700はごめん小さくして何か実験してみたいです。すげえハマってます。ありがとうございます。ハマってるよね。みんな作り出しちゃって。いや俺はマジでダン・ミッチェルはすごい才能だと思っていて、俺はなんだろうな、俺のもうお金の面は一生苦労させないから俺の会社に来ないかっていう気持ちでいます。そうなんか本当にお金のことを考えるべきじゃないと思っていて、彼は逆に言うとそこの部分の才能はないと思うから、そうじゃなくてクリエイティブなところにだけ時間を注ぐことができたならば、もっと面白い作品をなんか生み出せるんじゃないかなと思っていて、だからお金の面とかは我々がサポートするから、なんか本当にダン・ミッチェル俺のところに来ないかっていう気持ちであります。それはありがとうございます。溝口さんのお話に関していかがでしたか？いやまあもちろんちゃんとお話をお伺いしないとそれはちょっと決断できないというか、結局ずっと私が今回こちらへ来させていただいて、皆さんにというか、視聴者の方にもお伝えしたいのはやっぱやりたいことに集中してやると、それが大事やし、それができると思えるってことがやっぱ大事なので、だからやりたいことをやらせていただけるのかどうかっていうか、それはもちろんね会社ということですから当然いろんな事情もあるでしょうし。ダン・ミッチェルが一番やりたいことは何なの？一番やりたいことはそのダンディ遊びクラブっていうのを作っていきたいということなのでね、もちろんそれはもちろんそうなんですけど、これじゃないんだ。これじゃない。これじゃない。いやいやこれもそうですよ。これももちろんそうだし、これはディールブレイクです。いやちょゆくゆくはね。AI やデジタルで飽和する現代にフィルムカメラを古い趣味から最先端の体験として提案します。
カメラの市場ってすごいよな。めちゃくちゃ伸びてるけどな。自分で本気で向き合ってる授業にもかかわらずカンペ見てるってどういうこと？何見てるの？カンペを見ながら話してくるやつって見たことがいないんで、そのレベルの経営者だなって思っちゃってる。果たしてカメラ小僧は竜の首を取ることができるのか。